カリフォルニアは抗争強いですよね。所属メンバーが10万人以上もいると数の暴力で蹂躙されちゃいますよね。2023年12月の抗争履歴を見てみましょう。襲撃数2000超え。普通だと5万ポイントもいけばいいところですが、カリフォルニアは50万くらい稼いじゃうんですよね。3万人所属の東京でギリギリ勝ってますね。これくらいの巨大チームなら互角に渡り合えますが、普通のチームじゃなかなか対抗できませんよね。もう連戦連勝、ほぼ負けなしですね。こりゃ強い、勝てない。人数が多いから3デス目獲得は難しそうですが、ちょこっと参加すれば1デス目は楽勝ですね。やっぱり大規模チームには勝てないのか。でもそんなのつまらないですよね。ということでカリフォルニアに勝つ方法を共有します。勝つために必要な要素は3つです。1つ目は自チーム。カリフォルニアチームともに抗争終了48時間経過後に襲撃をしましょう。抗争後ある程度時間が経過するとヘイトゲージにボーナスが入るようです。履歴を見ると大体3日ごとに起こってたりしますが、これはそういうシステムがあるからなようですね。2つ目は少人数なチームに所属しましょう。抗争時に襲撃すると1戦につき300ポイント稼げますが、所属人数に差がある場合はボーナスが入ります。3つ目は直近20戦の勝利数を少なくしましょう。これも2つ目と同じくボーナスポイント絡みです。これはまだ検証途中ですが、おそらく相手チームの勝利数は関係なく、自チームの勝利数に応じてボーナスが入るようです。少人数で勝利数が少ないチームに移籍しましょう。これらのポイントを踏まえて実践してみましょう。まずは抗争を起こしましょう。小規模なチームとの抗争であれば抗争後48時間後に数回襲撃すれば起こせます。以前上げた動画で千葉県と3連戦した時には3回襲撃すると抗争が起こりました。しかしカリフォルニアの場合は規模が違うため、それなりに回数が必要です。襲撃は勝利する必要はありません。とにかく回数を稼ぎましょう。射撃武器とリオブラボーのデカールを用意しましょう。デカールを持っていなければエクスプレスパスで即撤退してもいけるかもしれません。カウントダウン中に左スティックを左に入れ R に押しておきましょう。こんな感じで即やられることができます。限界突破していない武器でやりましょう。ついでに相手にプレゼントできちゃいます。襲撃を繰り返すとこんな感じでヘイトゲージが溜まってきます。ヘイトをゼロから貯める場合はだいたい2倍くらい襲撃が必要ですね。少しずつ増えていくのってなかなか見かけませんよね。おそらくカリフォルニアの人数が多いので抗争の開始処理に時間がかかるのかもしれません。何回か戦ってますが毎回タイムアウトしますね。抗争スタートです。こんな感じで小規模チームでもカリフォルニアと戦うことができます。そして普段だと300ポイントゲットのところがなんと 14,375 ポイント、約48倍です。これはもう大規模チームを攻めるしかないですよね。ポイント数がなぜこんなに稼げるかというと、所属人数、勝利数で補正がかかっているようです。ここ数ヶ月で集めたデータです。細かく見たい場合は動画を停止してみてください。まずは所属人数のボーナスですが、7万人所属のアラスカ戦で約43倍だったので、仮にアラスカに7万6000人くらいいたとすると、7万6000割る900割る2で約43となります。人数の比率を2で割った数で補正がかかってると思われます。次に勝利数のボーナスですが、カリフォルニアと何度か戦ってみると毎回ポイントが変わりました。各構想で何が変わったかというと、インドの構想勝利数です。上から20、16、8と下がっており、それに伴ってボーナスの倍率が上がっています。これらのデータから考えるに数万規模のチームと戦う際には人数、勝利数ともに少ない方が稼げそうです。そしてこんな感じで3連戦もできちゃいます。カリフォルニアは50万ポイント稼いでますが、インドは160万ポイント以上。そして襲撃をしなくても襲撃失敗だけで稼げちゃいます。私がこの回に襲撃したのは1回だけです。こりゃ楽ちんですね。構想開始までは時間かかりますが、
構想が始まったらほぼ放置で OK ですね。もちろん襲撃して一撃で1万ポイント以上稼ぐのもありですね。通常の構想で2万ポイント以上稼ごうとすると約70回で 2,3 時間かかるし、キルコも稼げませんが、大規模チーム相手ならこの通りですね。カリフォルニアに人口が集中している関係で、カリフォルニアに所属していると普段の襲撃の選択肢が少なくて辛いでしょうから、他の163チームのどこかに移籍もありかもしれませんね。ちなみに4連戦目に行こうとしたら途中でカリフォルニア対オハイオ戦が始まっちゃいましたね。3700回も襲撃して90万ポイントも稼いだようですね。数の暴力、まさに蹂躙。これは次回インドは負けちゃうかもしれませんね。それでは構想を楽しんでいきましょう。